タッカブ。はいどうも、たっぷりカブタムシのお時間です。今回はパラワンオオヒラタクワガタの戦闘能力について徹底解説していこうと思います。強いクワガタは何クワガタかという質問をすれば、必ず名前が挙がるのがこのパラワンオオヒラタクワガタですが、なぜそこまで強いのか、他のクワガタとどの程度力の差があるのかと、今まで多くの議論が飛び交ってきたこの最強のクワガタを、今回はクワガタの能力値を数値化して考察していこうと思います。まずパラワンについて簡単に紹介しますが、パラワンオオヒラタクワガタというのは日本での名前で、学名という世界共通の名前が Dorcas titanus palavanicus になります。パラワンはフィリピンのパラワン島に生息する世界最大のヒラタクワガタで、クワガタ全体で見てもトップ3に入る体長を誇ります。その体格を生かしてクワガタ相撲でも活躍する世界で戦闘能力が最も高いクワガタの一種になります。それでは動画の構成として、基礎ステータスの紹介、戦闘スタイルの紹介、相性、戦闘動画になりますので、最後まで見ていただけたらと思います。ということで、まずはこちらをご覧ください。これは僕たちが飼育しているパラワンのデータになります。僕たちは普段ギネス体長の 80% サイズで能力値を測定していますが、今回の個体は 78% と若干小さな個体なので、そこはご了承いただけたらと思います。このステータス表の下の部分が能力値になりますが、少し分かりにくいと思いますので、簡単に説明すると、能力値はほとんどがグラム単位で表記していますが、参考程度にどのくらいの力かを紹介すると、だいたいこのくらいのものを押したり爪の力で持ち上げたりする力になります。挟む力、学力に関しては挟む位置で発生する力が大きく変わるため、トルクという大顎を回転させる元々の力と、大顎の先端と付け根でどのくらいの力が発生するのかを算出しています。表の見方が分かったけど、パラワンが強いのかどうかはこの表だけじゃ分からないと思いますので、今回は数種類比較対象を用意しました。世界的にも有名なクワガタと比較していますが、パラワンの能力値が他のクワガタよりも高いのが分かると思います。パラワンはクワガタの分類上ドルクスという種族になり、オオクワガタと近縁な種類になるので、能力値の伸び方がオオクワガタとも類似する部分もあります。しかしパラワンの方が体格があるので、必然的にパラワンの方が強くなります。他のクワガタと比較すると、全ての数値がバランスよく高い万能なクワガタで、強いて弱い部分を言えば、リーチがギラファなどの大顎が特別長いクワガタに、劣るくらいで、それ以外の弱点らしい部分は見当たりません。続いて戦闘スタイルですが、パラワンは姿勢を低くして突進していくスタイルになります。この時に相手が上から攻めるスタイルであれば、上下組下になる確率がかなり高く、押し合いを有利に進められます。組み合う時に相手も低重心もしくは下から攻めるスタイルであれば、上下組の2パターンと四つ組の計3パターンの組み方のどれかになります。このパターンをそれぞれ見ていくと、まず上下組上になった場合は、この3パターンの中で最も不利な組み方になります。パラワンを含むオオヒラタは、大顎の形状的に相手を上から挟み込むと、押し合う時に頭部を曲げた状態で押し合うことになります。こうなると自身の力を 100% 発揮するのが難しくなり、押し力の数値では勝っていても僅差であれば押し負けるということもあります。また大顎が外れた瞬間に下を取られやすいというリスクもあるので、基本的には上下組上は不利な状態だと思います。とは言っても、これは同格相手の話であって、相手との力の差が開いている場合だと関係なくあっさり持ち上げることが可能です。そして上下組下になった場合は、先ほどの上下組上とは違って押す力をほぼ 100% 発揮できるので、
有利な状態だと思います。パラワンが上下組下になるということは、相手は上下組上の状態になり、例外はいますが、基本的にはパラワンと互角に押し合うには、パラワンよりも押す力が強くないと押し負けるということになるので、ドルクス族以外だとかなり厳しい戦いを強いられることになります。しかしこの上下組下にもデメリットがあり、組み方が深くなり、挟む位置が胸部と上羽の間になると、クワガタは急所を守るために胸部と上羽の隙間を閉じようとします。そうなると隙間を閉じて身を守ることに力を使って 100% の力を発揮できなくなるので、持ち上げられてしまうリスクが高くなります。その反面、大顎が相手の前足を妨害できる位置まで潜り込めるので、この深い組み方はハイリスクハイリターンという状態だと思います。そして四つ組についてですが、パラワンは大顎がクワガタ全体で見ると長い部類なので、四つ組になると比較的有利に立ち回れることが多いクワガタになります。四つ組になった場合はひねり合いになることが多いですが、このひねり合いではいかに相手をホールドできるかと、挟む力、学力、そして大顎の長さが重要になってきます。これをパラワンで考えると、パラワンは大顎が長いですが、大顎が直線的で相手を挟む時の接触面積は少ないので、ホールド性能はそこまで高くありません。しかし稀に大顎の先端が相手の胸部と上羽の間にはまり、がっちりホールドできることがあります。こうなったら抜群のホールド性能で戦いを有利に進められます。そしてパラワンは大平田というだけあって、学力はクワガタ界でも上位の部類なので、四つ組で相手を一気に引き上がすこともできます。パラワンは大顎が長いので、組み合っている時に相手の前足を妨害でき、大顎の短い相手に対しては大きなアドバンテージが取れるのも強みになります。続いて相性について紹介します。クワガタやカブトムシの戦いにおいてかなり重要な項目になるのがこの相性になります。相性は基本的に戦闘スタイルで決まりますが、そこに大顎の形状や能力値も考慮して僕たちなりに分析してみたのがこちらになります。今回はパラワンと戦う相手で相性による差があるクワガタを3種類紹介します。相性といっても体格差で変わってくるので、ギネスサイズ基準と体格をおおよそ揃えたパターンと体重を揃えたパターンとで3パターン解説していこうと思います。まずスマトラ大平田に関しては、ギネス基準で考えた場合と同体格で考えた場合でそこまで体格差が変わらないですが、スマトラはパラワンよりも押す力が強く、パワー勝負になるとパラワンに勝ち目はほとんどありません。しかし四つ組になるか下に潜り込めれば勝機はあるので、総合的に見れば互角に近いと思います。しかし体重がパラワンの方が軽いので、同体重で比較すればパラワンの方が大型の個体になるため有利になると思います。ギラファに関してもギネス基準と同体格でそこまで差はありません。リーチこそかなりの強みを持っているギラファですが、押す力ではパラワンの方が強いので、純粋な押し合いになればパラワンに軍配が上がります。四つ組や下からの攻めに対してはギラファの方が有利ですが、能力値の差を考慮するとパラワンの方が若干勝率は高いと思います。しかしギラファはパラワンよりも体重が軽いので、同体重で比較すればギラファの方が大型になるので、ギラファの方が強いと思います。そしてタランドゥスですが、ギネス基準だとパラワン 92mm に対してタランドゥス 73mm と体格差がかなり開いてしまい、話になりません。同体格だと押し力や走力ではタランドゥスの方が強いですが、パラワンとタランドゥスの場合はパラワンが上下組上になりやすく、タランドゥスを挟み込むときにタランドゥスの前足をロックしてそのまま持ち上げるというパターンがあるので、純粋な力比べになりにくい傾向があります。
そのため数値では負けていても相性で勝っているという状態になります。同体重に関してはパラワンの方が大きくなるので、パラワンの方が有利だと思います。それでは最後にパラワンの戦闘動画をご覧ください。はい、ということで今回は Dorcas Titanus Palavanicus. の戦闘能力の解説でした。今後もクワガタ関連の動画を上げていきますので、興味のある方はチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。